を作りましたが、レーザーと実弾をどちらも発射できる実用性の高い銃にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは最新素材のレーザーを使った新たな点火の仕組みを開発してみます。レーザーから電気を受けられる太陽電池の先にタングステンのかけらをつけて太陽電池にレーザーを当てると、小さい方のレーザーだとわずかしか温度が上がりません。だったら大きいレーザーならどうでしょうか。ちゃんと温度が上がっていきます。そこでタングステンに火薬をつけて太陽電池にレーザーを当て続けていると、それなりに時間をかければ爆発させることができました。でもこれだと時間がかかりすぎるので、下の太陽電池を3つに増やしてみるとどうでしょうか。こちらにレーザーを当ててみると、さっきとほとんど同じですね。増やしても効果はないみたいです。試しに火薬に直接レーザーを当ててもダメですね。壊れてしまいました。しょうがないので、トランジスタを起動させるための電力をレーザーで送るようにしましょう。太陽電池が発電するので、通電し続けてしまいます。そこで、太陽電池の青い面をトランジスタに密着させてみましたが、どうやら側面が太陽の光を受けて発電しているみたいでした。だったら側面を他の物質で塞いで太陽が当たらないようにしてみましょう。これならいろんな角度に傾けても勝手に発電しないみたいです。さらに太陽電池の裏側にレーザーを当てることでトランジスタが起動するので、こうやって火薬とタングステンをつけてレーザーを当てれば好きなタイミングで点火できるわけですね。点火の仕組みはこれで良さそうなので、さらに手を加えて火薬が爆発した時のダメージで根酸が壊れることで太陽電池が外れるようにしました。こうするとレーザーを遮るものがなくなって次の弾に当たるわけですね。早速もう一つ複製して並べてみると、あれ、なぜかトランジスタが一定のタイミングで勝手に起動しています。太陽電池の裏側以外は塞いでいるのに変な現象ですね。これでは勝手に発射されてしまうので、上に槍をつけて光を作ることで勝手に起動するのを防止しました。要するに他の物体で囲んでしまえばいいわけです。さらに仕組みを並べて全部で10発発射できるようにしましょう。勝手にトランジスタが起動しないように、それなりに軽くて丈夫な松材で囲んでおきました。この状態で銃口の前にレーザーをトランジスタの入力側にバッテリーを取り付けると、よし、前から太陽電池にレーザーが当たってトランジスタが起動して弾が発射されるたびに太陽電池が外れていき、次の太陽電池に電気を流すことで次々に10発の弾を連続で発射することができました。これで仕組みは良さそうなので、勝手に手から離れるのを防止するベアリングと、そこにつながったトリガーとコンデンサー、バッテリーをつけることで、手に持ってトリガーを引くだけで発射できるようにしましょう。早速トリガーを引いてみると、間に挟んだコンデンサのおかげで、トリガーを引くと同時に弾を発射することができています。そのまま10発最後まで発射できました。かなり巨大な見た目ですが、手で持てる重量に収まっているので、こうやって手に持って撃つことも簡単です。これだけでも普通に武器として使えますが、今回はハイブリッド銃にしたいので、こちらに大きい方のレーザーとレーザー用のコンデンサーを追加してもう一本のトリガーを引くとレーザーが撃てるようにしましょう。太陽電池を追加して照準用のレーザーも出るようにしています。前の方のトリガーを引くとレーザーが発射できました。
そして、後ろのトリガーを引くことで、通常の弾も発射できます。しかし、なぜか5発目を撃った後、6発目が撃てませんでした。どうなっているのか見てみると、なぜか5発目の弾だけ、火薬にくっついているコンサーにダメージが入らず、壊れてくれないので、次の弾にレーザーが当たらず、発射できなくなっています。無敵のコンサンですね。試しに火薬周りの部品を付け直しても、結果は同じでした。断熱性部分が落ちないように、ゴムの部品を追加してみても、相変わらず5発目のコンサンだけが生き残ってしまいます。そこで、コンデンサの取り付け方を変えて、通常弾には1つのコンデンサからの電力が、レーザーには5つのコンデンサからの電力が通電するようにしました。通常弾用のコンデンサの数をレーザー追加前に戻したわけですね。そうすると、5発目を発射したとき、無事にコンサンが壊れて、6発目以降の弾も撃てるようになりました。原因は謎ですが、こういうこともあるんですね。早速手に持って近くに生えている木を狙ってみましょう。レーザーでもダメージを与えられますし、通常弾を発射することで大ダメージを与えられました。でも、レーザーを発射した後、通常弾が発射できるようになるまで少し時間がかかってしまいます。そこで、コンデンサの付け方を工夫することで、通常弾用のコンデンサが早く充電されるようにしました。これなら、レーザーを撃ってコンデンサが空になった後でも、素早く実弾を撃つことができます。これでようやく、ハイブリッド銃の完成ですね。カメラに向かって撃ってみましょう。レーザーを発射した後、よし、通常弾を発射できました。通常弾の材質は古代のセラミックスなので、入手しづらいですが、軽量ですし、高い攻撃力と弾速で、鉄の弾より高いダメージを出してくれます。せっかくなので、古代のコアを狙ってみると、レーザーではほぼダメージを与えられませんでしたが、実弾で撃つと、よし、各形態を一撃で破壊して、簡単に倒すことができました。倒し応えはありませんが、近距離戦が苦手な方は、銃を使うのも良さそうです。ついでに、ロボットを狙ってみると、レーザーでも実弾でも、うまく当たれば一撃で破壊できました。弾は10発しかないので、ロボットはレーザーだけで倒すのが節約になりそうです。では、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。レーザーはノーダメージですが、実弾を撃つことで木の葉っぱを一撃で破壊できます。それより丈夫な木の幹の方も5発当てることで簡単に破壊することができました。これだけ離れたところからここまで破壊できれば上等ですね。ドローン工場の壁もレーザーで邪魔なものを排除した後、実弾を当てることで簡単に破壊することができました。風力発電機も同じように砲台をレーザーで壊して風車の根元にあるモーターも破壊できました。残った柱もピアスの弾を当てるだけでへし折れます。レーザーと実弾を用途に合わせて使い分けできるのがなかなか強いです。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってハイブリッド銃で撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。防御力の低いザコキャラならレーザーだけで楽勝ですね。気まぐれに実弾を撃っても一撃で吹き飛ばすことができました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。レーザーサイトで狙いながら前後どちらかのトリガーを引くことで弾を打ち分けて攻撃することができています。でもレーザーサイトの位置が実弾の発射位置より斜め下にずれているのでそこを考慮しないと当たらないこともあります。ザコキャラを倒すのは十分楽しんだのでイエロースライムに効くように実弾の先に銀の刃を取り付けたら
巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。レーザーを当ててもノーダメージですが、実弾を当てていくと、やったー !9600 ダメージ。巨大スライムを倒しました。高速で発射された銀の刃が大ダメージを与えてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたハイブリッド獣さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、